いや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 、私には無理、私だって説明できないからもう講師なんてとんでもないって思う人がほとんどだと思うんだけど、教えてほしいですっていう人が必ず現れるから、イメージしてよ。友達に言われたの教えれる教えれない、どう？イメージできるでしょ。それはい、お疲れ様です。西玉屋の北川です。今日もねフェルト教室始めていきたいと思います。今回話すテーマはね、ちょっとここに書いてるけど、技術と講師っていうね、これに関する話をねちょっとしたいと思います。で、何を言いたいかっていうとね、今みんな一生懸命練習してるでしょ、上手くなるためにさ。で、それぞれこう目的があって、将来的にこういう風になりたいから、例えば収入を生み出せるように手仕事として自分の手に職をつけたいから一生懸命技術を上げてるんだ。あるいはね、オーダー作家になって活躍したいから技術を上げてるんだ。亡くなったうちの子を自分の手で作り上げてみたいんだっていういろんな思いがあってね、それぞれねいろんな目的があって今一生懸命技術を磨いてると思うの。この YouTube を見たり本で学んだりとかさ、教室に通ったりとか講座買ったりしてね、いろいろやってると思う。で、そのさらに先をちょっと見てほしくて、これねちょっとね少しだけ意識してほしいの。それはこれ、いつか自分がね技術が上がってきてみんなにさ見られるようになってきた時に、必ずすごいそれ私も作ってみたい、教えてほしいですっていう人が必ず現れるから、その時には教えるタイミングだからぜひね教えるっていうことをやってほしいんだよね。って言うとさ、みんな今ほとんどの人がこうやって思ったでしょ。いや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 、私には無理、私だって解説するのすごい下手だし説明できないからもう講師なんてとんでもないって思う人がほとんどだと思うんだけど、それはね全然違います。教えるっていうことをちょっとね誤解してるんだよね。いい？めちゃくちゃみんなイメージしてよ。友達にね、すごいそれかわいい、私も作ってみたら教えてって言われたら、いい？イメージしてよ。友達に言われたの教えれる教えれない？教えれるじゃん。今イメージできたでしょ。普通に教えれるなって思うでしょ。だって友達にどうやってやってんのって聞かれたら、これねこうやってやるんだよねって普通の会話のように喋って、で友達がさなんかうまくいかなくて、ここなんかできない、これどうなってんの、どうすんの、それねこうやってやったらうまくいくよとかって普通に解説できるじゃない。めちゃくちゃ解説してるよ。もうそれがめちゃくちゃ大事なの。僕ね前職が自衛官で26年勤めたんだけど、そのね半分以上が指導者として活躍させてもらう場面が多々あったのね。でいろんな教育が自衛隊の中にあるんだけど、そこの各種教育のもう教官やったりとか、もう本当に指導者として、で最後の方は本当に指導者をさらに育成する、指導者を指導する立場としても長年やってきたから、だから僕の中の教育論ってしっかりとしたものがあるんだけども、でそういう観点からも言わせてもらうと、教育っていうかね、その人にものを教えるときに講師としての能力として必要なものって何か特別なスキルがあるかって言ったらそうではなくて、自分の経験、やってきたこと、これをしっかりと自分の言葉で分かりやすく伝えることができたらめちゃくちゃいい講師になるから。これね本当、自衛隊時代に僕教育隊とかにいて教育した時にいろんな教官がいたり、いろんなねその助教って呼ばれる要はスタッフがいたりして、要はみんな教育者なんだけども、それを見ててね、やっぱりね彼らを見て結構感じていることがあって、みんなじゃないよ、結構多いなって思ったのは、やっぱり教えるっていう立場になった時にその教育者としての理想の姿があるから、なんかすごい厳格な態度で臨むとかさ、そんな感じでそれはそれで必要だし、言葉遣いとかも必要だしいいんだけど、なんかね舐められないようにしてたりとか、あるいは教え子に抜かれないためになんか必死になってるとか、若ければ若いほど、若い人であればあるほどそういうのが見受けられるんだよね。でもちろん僕も若い時そうだったし、でそれってさ、なんかこう教え子に抜かれないためにとか、だから威厳を保つように言葉遣いを厳しく使ったりとかさ、そういう風にしてるとなんかもう教育者っていうか生徒たちの方を向いてないんだよね。自分がもう見せるために必死であって、そうなると話が全く違って、だから教えるって言った時に講師としてしっかりしなきゃって考えちゃうとそうなっちゃうから、それじゃない。それはね
全然生徒の方見てなくて自分の方にしか向いてないから目的達成されないから本末転倒なんだよね。教えるっていうことはさ、やっぱりその目的はだよ、一番の目的はその習いたいですって言ってくれた子に対してしっかりと自分の経験や知識からしっかり自分の言葉で伝えてあげて、でこの子が理解してめちゃくちゃ成長していく、それが目的なの。なんだったら自分をどんどん抜いてってくれる人を育てないと意味がないんだから、自分を超えれない人だけばっかり育てても意味ないじゃん。僕より優秀な人をどんどんね生まれてくるから、そういう人をいっぱい埋めるようにたくさん育ててあげて、でその人たちがさらにすごい人たちを育ててたらどんどんすごくなっていくじゃん。野球を見たら分かるじゃん。大谷翔平とかさ、それこそ将棋だったら藤井聡太君とかさ、めちゃくちゃどんどんこう各業界のさすげえ人が出てくるじゃない。やっぱりああいうふうに突出して抜けてくる人っていうのはそういうふうに教わってきた人たちだから、どんどん教わっていくよね。で彼らがきっと指導者の時にさらに彼らを抜くようなすごい人たちが出てくるよ。本当にだから教えるってそういうつもりで教えてほしいなって思ってて、ちょっと話がずれたけど話を戻すと、要は講師だから教える立場だからってその威厳を保たなきゃとかってやっちゃうと教えれないから、そんなのいらないから。で僕の教育論から言うと、一番その人にものを教えるのにめちゃくちゃ必要な能力っていうか重要なことは、自分のやってきた経験知識、これを自分の言葉で分かりやすく言ってあげる。分かりやすく自分の言葉で喋ってあげるだけ。それがね結果分かりやすく伝わってくるから。なぜ自分の言葉かっていうと、教育だから授業だから教えるからっていうことでなんか取り繕ったような言葉を並べちゃうと、なんかね機械的で難しい感じになって入ってこない。なんか授業とかってそうじゃなかった？何かを習いに行って例えばさ、この先生の話分かりやすいっていうのってきっとね、多分なんか先生が自分の言葉で自由に喋ってる授業とかって、でもちろん解説のうまさもあるんだろうけど、そういう方が入ってくるの。なぜかっていうとね、そういう話し方をする人の言葉っていうのは多分ね聞いてて自分の中でそれね映像化できるような話なの。じゃなくてなんか機械的にさ、なんかここに書いてるさ、黒板に書いてることを淡々と言ってくようなのってさ、教科書見てるのと変わんないじゃん。イメージできないよね。活字見てイメージできる。できないじゃん。だから本当に自由に喋ってあげれる、自分の言葉で。その方がすごい大事。特に僕らみたいなそのものづくりの感覚的に学んでるこのことを言葉で伝えるっていうことは本当に自分の感性で喋った方がいいから。いやいや講師になるなんて私には無理ってね思ってた人、ちょっとね今回の話聞いてね、確かにそう言われてみたらそうかもって感じた人もいるんじゃないかなと思うので、最後にねもう一回だけちゃんとみんないいイメージしてよ、一緒にね。いい？みんなが作品作ってね販売したりさ、インスタに上げたりしてたりね、なんかこうイベントで出したりしてる時に友達がさ、すごいそれかわいいじゃん、どうやって作ってんの、私にも教えてって言われた時に、はい、イメージしてよ。みんな友達に教えれる。どうやって教えてる？これねこうやってやるんだよね。どう？イメージできるでしょ？それができたらみんな講師になれます。というわけでね、必ずならなきゃいけないものじゃなくて、ぜひねほんのちょっとでもそこにいつかそんなのできたらいいななんて思ってる人は、今回の話聞いてもらえばいいなと思うし、私には無理って思ってた人はちょっとね、私にもできるかもって思ってくれたらすごいいいかなと思いますね。本当にちょっと少しね、できるかもって思えるだけで未来は変わっていくから、ほんのこのちょっとのさ、たったこの考え方の角度の差が未来に行くとずっとねこう広がっていくからね、差が大きくできて未来が変わるから、ぜひねそんな風にね考えてみるのもね非常に必要なことだからね、やってみてください。はい、そんなところね、未来のね講師が一人でもね増えることをね願ってね、今日の話はここまでとしたいと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。
概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。